教えて健康先生。運命の相手っていう定義では、生まれ変わるまでの間の中間生で、次は一緒に生まれて次は結婚しようよって約束をしたっていう相手なんだけど、大概この2人には2つのパターンがあって、カルマの解消として夫婦になろうね、何歳頃出会うから忘れないでねっていうパターン。もう片側は添い遂げられなかったので次の人生こそはぜひにっていうことを担当官にお願いをして生まれてくる、こちらの方がロマンス度が高いですね。でそれとは全く異なる仕組みとして、そもそも自分自身だよっていう相手がいるんです。私がいます、あなたがいます、あなたがいます、他人ですよねと思ってるけど実は私なんです、両方で分身パターンがあるんです。じゃじゃん。はい、もう一つの運命パターンは、あの世から私たちは肉体を持って生まれ変わってくる魂なんですけど、とある勉強熱心な魂は自分という魂場をいくつかに区切ってちぎって違う肉体を持って同時期に生きるっていうことをするんです。でこの絵を見ていただきたいのは、はい、これ私①59歳の男性です。はい、私に28歳、私335歳男性、私441歳、女性ですっていうふうになっていくときに、恋愛に落ちやすい年齢層だったり男性女性というふう、そして近くに住んでいて出会うということができた場合、私なのでものすごいシンパシーを感じるわけです。あ、私すごい分かる、感じる、あと他の人と完全に違うと感じるわけです。そしてかくしてこの人他の人と違うってことは運命なんじゃないかってことが始まってくる、これがもう一つの運命パターンです。はい、でもこれは大概非連に終わります。これはなぜ非連に終わるかというと、この人たちは別に契約をしてきていない。そしてうまくいかなくなる理由はなぜかというと、それぞれが個としてその体験をしていく必要性があるのに、ここで同じ結婚します、そして2人で暮らしましょう、シンパシー感じるから趣味も同じでやることも一緒で全部一緒ですというふうに、もう一緒に暮らしをして一緒の行動をとると、4つに分化して体験しようとしたら意味ないじゃないかと。これだって3つじゃないですかってなってくると、それは許されませんよっていうことから、やっぱり分かれてしまうっていう流れになっていくことのが多いですね。単純に恋愛に陥る必要がないのに陥ってしまうっていうことなんですね。でこれを運命だって感じる人がすごく多くて、このことをツインレイだというふうに一般には言われたりします。ツインレイ、ツインフレームという2つの言い方があるんですけど、実際ツインなんですよ、自分自身はね。約束をしてません。そしてとある時期助けるためだけに現れてきた私という存在なんです。ツインレイ、ツインフレーム的にね現れた相手とは決して一緒になれないんですかっていうと、そうではなくて、とある条件が整うとこの2人はコンプリートすることができます。2人で行きましょうかねってなった時に、2人で同じ人生を体験しましょうってがっぷりコンプリートしちゃうと、やっぱりそれないよね、ピピピピって上から離れさせられるってことが起きるんだけど、そうではなくて、お互いをパートナーとして認識し合って、それぞれの体験をきちんとしていく、独立して子として存在していく、そうなってくるととある時期までは一緒にいることができます。納得したよねっていうところまでは一緒にいて共同的に暮らしたりする。でもこっちの仕事をしてる、こっちの仕事をしてる、こっちのコミュニティがある、こっちのコミュニティがある、そうなってくると独自の体験ができますよねっていうことから、じゃあ貢献もできるしそうしましょう、とある時期まで行く。だけどもこっから先はもうここに分かれていって、それぞれに体現しましょうっていうふうに最終的にはなっていくので、こういう2人も最終的には分かれていくんですね。でこれが兄弟間として生まれてくる場合がある。その本当にリアル双子で生まれてくる場合があるんですね。でしかも男女とか、通常だったらこういうふうに他の人生をいっぱい堪能して情報ソース、経験を積み上げて、あの世に持って帰りましょうっていうことから違う場所に
生きることが多いんだけど、魂がそこに同時に現れた時に人はどういう体験をするのかっていう実験場としてそういうことがあるんですね。そういう場合は近親相関になるでしょうか、ならないでしょうか。それはなるケースが多い。そういう相手がツインとして本当に双子とかあるいは兄弟として現れてきてしまった場合の対処法なんだけども、その人に対するその闇雲なまでの死母の念とか愛してるとか振り向いてほしいとか、それを恋愛にしなくてもいいんじゃない？この人は他の人と違う、この人は私のことを本当に分かってくれる、この人だけなんだって、なぜそこに没頭してそれを全部恋愛として体験したがるか。そうじゃなくって好きだーでいいじゃないですかって、その思いがあって特別なね、恋愛じゃないけど特別な関係っていうのは皆さん作れるはずなんですね。これはね、名前が付けられない関係ですっていう風にして、ただそれはそうなんだって喜びながら、じゃあもっと他の結婚できる人と結婚しようってなってくると、こういうところでも試練さめざめ泣いたりとか、何年も8年も9年もね叶わない人のことで人生をね棒にすることがないんです。ツインレイはみんなにいるわけじゃないんです。8割7割の方は自分の魂はこれだから今世この体験っていうふうに一人の体験だけで来るんだけど、とある一部分の人は23割の人、こういう方は魂をいくつかに分けて生まれてくるんだけど、一つはそれは好奇心旺盛な魂、違う部分としては役割がある人、あともう一つはカルマの果たしをしなきゃいけないからいろんな体験を、この場合はすごく少ないんですけど魂を分化させて生まれてくる、この3パターンがありますね。必ずしも2つとも限らないし3つとも限らないし、5つだったりする場合もあります。それはもうその人の背景というか、今世はこうしますって決めたことによって変わってくるので、はい。ツインレイツインソウルの見分け方、魂の片割れとしての自分の見分け方はそんなに難しくなくって、自分とそっくりな部分があるかどうか、年齢の違いもありますし背景の違いもあったり、もしくは国籍も違うかもしれない。なんだけどもなんとなくいつの間にか近くにいて、そして他の人と違うシンパシーを感じていて、そしてこの人といるとホッとする、そしてお互いそうのようだと、そういうふうにヒューって近づいてきて何か安心するね、ホッとするねっていう感じがあるのはツインレイツインソウル。自然にうまくいくので流れに身を任せましょう。まとめ、運命の相手とは自然の流れで。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また見てください。怖い童謡の一つは、特徴は歌詞の中に暗号が込められていて、弔いとしてこういう悲しいことがあったよねっていうことをそこに載せている。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた見てください。